元競馬場のねコースを堪能しながら、そして一人でテレワークと。今日はですね、こちらの星ヶ久保キャンプ場というね無料のキャンプ場で車中泊したいと思います。真ん中に池がありますけど、それを囲うようにして、実は元競馬場なんですよ。すごくないですか？いや、元競馬場で車中泊できる、キャンプできる、いやもうそれだけで興奮してきたな。いやちょっと一旦ね、まずご飯食べてからこの辺り散策して競馬場の名残を探したいと思います。いただきます。火が弱くなったら扇風機作戦です。これ車中泊用でね、夏使ってて、で冬もパソコンのね熱を抑えるのに使って、それで車に積んでたんですけど、このキャンプの時もね火がね再生するんですよ。扇風機を当てることによってオールシーズン使えるっていう、この無敵な扇風機。ちょっとね趣はないんですけど、火がつかない時はこの扇風機作戦かなり有効なんでおすすめです。僕みたいな初心者で火のつけ方すらわからないっていうと、もう扇風機1個あれば結構楽に火がつくんで、これはね毎回キャンプの時に絶対使ってます。
うまっ。焼きチーズしいたけうまっ。はい、というわけでね、改めて今回はこちら星ヶ久保キャンプ場というところでして、いや見てください。元競馬場の名残ちょっとあるでしょう。完全にコースになっていますよね。で、中にはその池もねありますんで、なんか京都競馬場とかをね放出させますよね。スワンはいないですけど。というわけでね、ちょっとね、このせっかくなら競馬場のね、競馬場じゃないや、キャンプ場のね、この一周ちょっと歩いてみようと思います。これね、航空写真とかでぜひご覧いただきたいんですけど、いやもう完全に競馬場なんですよ。すごいでしょ。なんかもう見て取れるような競馬場の跡。ただ競馬場自体がなくなって60年ぐらいは経っています。で、こちら520メートルぐらいだそうです。まあそんなに規模としてはね、昔の競馬場はでも大体こんなもんですよね。いやただなんか戦前は年に2回やって、戦後は年に1回あったらしいんですけど、めちゃくちゃ人気らしくて、1回の開催で1万人の人が集まったそうですね。で馬も100頭ぐらい集まって、100頭って言ったらね、今の競馬場でもまあ100頭ちょっとなんでね、かなりの頭数と人がここに来ていたってことですね。あそこのくぼみは隕石が落ちて穴が開いたんですね。でほら1万人近い人のその後60年の間にぎわいを見せた草競馬も1959年かに開かれたのを最後に幕を閉じたそうです。1万人ってすごいですよね。だいたい幅は6メートルぐらいあったそうですね。なので今よりもうちょい広かったと思われるんですけど、でもこんなね、ちょっと来るまでのね道中の映像を見るとね分かると思うんですけど、かなりの山道を登ってきたんで、いやよくこんなとこに1万人人集まったなっていう感じではありますけど。うわおすげえぞこの景色は。うわこんだけ山の上ですね。だからうわパノラマビューティーや。うわテンション上がる。こんな山の上に今いるんですね。これだけ昔の競馬場でなおかつはっきりとこんなにね跡が残ってるっていうのはかなり珍しいですね。だいたい街中にあったりするんで、もうほぼ新しくね、上に君入れ行った時は病院になってましたし、淡路島か淡路競馬場ともう一個どこだっけなんかもう一個淡路島に競馬場あったんですけど、ね、その上にもう何か建物ができちゃって名残は見えないんですけど、いやここは完全に残ってますよね。山の上だからってことなんでしょうね。これはぜひね競馬ワンダラーでやってほしいですね。もう一周してきましたね。あそこにインディーチャンプ号がいます。で完全に無料のキャンプ場なんで、トイレとあと水道がありますね。で薪もね売ってはいるんで、炭とか売ってないんで薪だけ買うことができます。今日は平日なんで、3組しかいませんね、僕含めて。すげえ。馬が走ってたとこでキャンプして今日寝れるんでしょ。いやもうそれだけでとも興奮もんです。このコーナーワークテンション上がるよな。山のね標高600メートル、山の上で結構寒いんで、車に戻って夜まで待ちたいと思います。こんなこともあろうかと昼の間に木の枝を集めてました。これ寒い時しか出ない息でしょ。山の上なんでもしかしたら氷点下いってるかもしれないんで、火がめっちゃあったかい。
外は今マイナス2度ですね。やはりね、山の上はちょっと温度がやっぱり全然違いますんで、かなり今日はちょっと冷えそうです。ソーラーパネルで充電したおかげもあって、バッテリーがねたっぷりあるんで、FF ヒーターと併用してちょっと寒さをしのぎたいと思います。すごい氷張ってるわ。すげえ。テーブルも凍ってますね。冷た。椅子も全体的に白い。この辺全部氷ですね。冷た。いや、すごいな。これ雪じゃん。霜張ってる。ベンチの色がなんか白いなと思ったらこれ全部霜や。これ霜全部張ってますね。白くなってる。なのでちょっと夏は涼しくていいでしょうけど、冬は下界よりさらにマイナスなんか4度マイナス5度ぐらいになるぐらいのつもりで防寒対策はしてから来た方が良さそうです。ソーラーパネル、向き変えて朝日の方に向けて設置しました。残量 55% ですね。やっぱちょっと寒くて一晩電気毛布をつけていたので 30% くらい使ったのかな。それと今入力が 63W になります。霜とかついて給電が弱くなってるかもしれないんで、拭いてみて変化があるか見てみます。入力は関係ないですね多少汚れていても、だから逆に言うとそんなに吸収力は落ちないっていうことなんで、めっちゃうまいやん。すげえ。言うたらちょっとなんかケバブみたいな感じで、中にミートソースがもう、ミートソースとチーズ、もう完全にこれミラノ風ドリアですよ。サイゼでいうとこの。
完全にキャンプ場とは思えない装備でパソコン作業をするという新しい試みをしています。いやね、この開放感、そしてあと日光の気持ちよさでね、いやー冴えますね。仕事のパフォーマンス上がるんじゃないかな。Google とかね、こういう講演とかで会議とかしますから、まあ、そういう意味ではねちょっと一人ですけど、そういう発想で今日はここでちょっと作業してから出発したいと思います。でソーラー充電もジャクリーとビッグブルーの2つ充電しています。こっちはマックス 100W まで充電できるんですが、今もう87、86とかかなりのパフォーマンスで充電してくれてますね。でこちらはマックス 63W。やっぱねこれ見るからにパネルの大きさが違うっていうのがね大きいですね。あとねこれね立てかけらんないので、これ地べたに置くかなんかぶら下げるしかないんですけど、ちょっとね今のこの車ではぶら下げる面がないんで、ちょっとこの状況で効率はねちょっと悪いかもしれないです。いやー最高。元競馬場でほぼ貸し切り状態、そして一人でテレワークと、いい時代ですね。幸せです。がっつりキャンプ場ワーク4時間ぐらいなんだかんだやりました。いや快適ですね。座椅子とあと折りたたみテーブルね積んであったんで、いやそれがちょうど良かったです。これもねソーラーパネルで充電してますから、非常に自然によって生かされてます。4時間ぐらいでもう 50% ちょっとでしたけど92まで復活しましたね。いやさすがです。晴れの日で良かったですね。というわけでね、いや星ヶ久保キャンプ場、そして競馬場跡地、いやめちゃくちゃ良かったです。ちょっと片付けてね次の目的地へ出発したいと思います。競馬場で寝泊まりしてキャンプもできて仕事もできる、果てしなく空に近いキャンプ場でした。星ヶ久保キャンプ場ありがとうございました。最後ね元競馬場のねコースを堪能しながら、かつて馬たちが走っていたであろう足音にね耳を澄ませてキャンプ場を後にしたいと思います。いや本当すごいな。いやいいとこだった。すごい山の上っていうだけですごい開放的で、60年前馬と人がたくさん集まっていた、もうそう考えるだけで趣深いです。いやこれがほんまになんか競馬とバンライフの醍醐味な気がしますね。いろんなところを旅しながら馬がいたねスポットに胸を躍らせて楽しんでいく、いや素敵な旅でした。高知県に来たらぜひ皆さんも星ヶ久保キャンプ場、そして元競馬場楽しんでみてください。